はい、皆さん、ボンジョルノ。ローマのスペイン広場にいます。スペイン広場界隈というのは丸印がつく観光スポットがたくさんあるんですが、今日は歩くとぐったりしてしまう場所に皆様をご案内したいと思います。この先まっすぐ進んでいくとバブイーノ通りがあるんですが、その道の裏側に位置しています。ではその場所に早速行ってみましょう。アンディアーモ。はい、皆さん到着です。でもなんか素敵このやつ。そう、ぐったりする前にですね、皆さんご覧ください。この感じいいですよね。いかにも裏道という感じがしますよね。ということでありまして、これからぐったり通りを行きたいと思います。そのぐったり通り、名前を丸ぐったり。丸ぐった通りでしょこれ。丸ぐったとも言いますけど。はい、というわけで今日はこの丸ぐった通りを歩いていきます。この通りはすごく有名なんですよ。皆さんもご存知だと思うんですが、映画ローマの休日、その新聞記者ジョーのアパートがこの道のところにあるんです。What is your address? Via Margutta 51. Via Margutta 51. 今日はそのジョーの住んでいた場所に入れるところまで入っていきたいと思いますのでご期待ください。その他にも歴史的なギャラリーや著名人の家など盛りだくさんとなっておりますので、ぜひ最後までご覧になってください。通り沿いにはアンティックな絨毯やタペストリーのお店ですとか、これまたアンティックで大きな陶磁器ですとか、寄せ木で作られたテーブルや昔のシャンデリアなどの骨董品のお店などが並ぶ通りでもあります。例えばこのセンラというお店は100年以上前からの老舗なんですが、どんなものが置いてあるか見てみましょうか。はい、ここにはですね、アンティックなコインで作ったペンダントですとか、指輪ですとか、あとはブローチが見えますでしょうか。これ絵が描いてあるように見えるんですけど、実はこれ細かい、モザイクで作られてるんですね。バチカンの、モザイクの技術が使われてるんですけれども、これ1ミリから2ミリ角ぐらいの細かい、かけらを組み合わせて作ったというものになりまして、1800年代のアンティックな、ブローチとなっております。こんなのが好きな人にはたまんないですよね。そういうふうに今はこの通りにはお店だとかギャラリーなんかが並んでるわけなんですが、かつてはスペイン広場から直接通っていったバブイーノ通りの方がメインストリートだったわけですから、そちらにあった宮殿のここは後ろ側で、まさに裏道だったんですね。倉庫があったりだとか家畜小屋なんかがあったんだそうですよ。でもそこに徐々に石工職人だとか鍛冶屋さんなんかお店を持つようになっていったんですが、そういうこの通りの雰囲気、これがもう当時の芸術家たちには魅力的だったんですね。それで特に17世紀以降になりますと、ここに外国人の芸術家が自分のアトリエを持ったりだとか、して住むようになっていったんですね。ですからこの通りっていうのはそういう芸術家たちの通りだったわけなんですよ。なんかのどかな水の音が聞こえてまいりましたが、ここにはその芸術家たちに捧げられた噴水があります。絵筆の入ったバケツ、画材、金槌、そしてイーゼル、コンパス、椅子など。この水は飲めるんですかこれ。はい、基本的にローマの水は飲むことができるんです。冷たくて美味しいですよ。2つの顔がありますが、しゅうちゃんはどちらの口から出てくる水を飲みたいと思いますか？
どちらの顔、どちらかというとこちらの方がなんかこうニコニコした感じしますよね。そっちの方がいいですかね。なるほど。そうなんですね。これは当時の芸術家たちの精神、つまり人の喜びを表しているんです。で、反対側の人はですね、人の辛さとか悲しみを表しているんですね。これが作られたのは1927年、すなわちヨーロッパでは第一次世界大戦が終わって第二次世界大戦が起こるまでの間の時期ということになります。ここは賑やかなスペイン広場界隈なのに車がほとんど通らない静かな佇まいなんですね。ところでこの通りにいくつかのおすすめレストランがあるんです。特に私のおすすめのレストランがこの通りで一番有名なレストランでオステリア・マルグッタと言います。ここはローマの料理はもちろんですがちょっと工夫されたイタリアの食事食べることができるんですがね、オーナーは音楽劇場関係の人なので中がですね劇場の中で食事をしてるみたいなそんな感じのすごくいい雰囲気の場所であります。オステリア・マルグッタおすすめです。ここにハンディカップのマークあるじゃないですか。ミンデ・バンビーニ・アラビア・マルグッタという障害を持った子どもたちの支援のグループがあるんですよ、この道に。そのメンバーにこのレストランも入ってるということなんです。なんかこの文字が可愛らしいですよね。ほら大きくなったりちっちゃくなったりして、そうですよね、はい、手作り、手作り感があるし訴える力というのもすごくあるようですよね。でこれを彫った人っていうのはサンドロさんという人なんですけども、ローマではもはや有名な人なんです。実はこのところに彼のアトリエがあるんです。この辺りにある多くの碑文はサンドロさんと彼のお父さんが彫ったものなんですよね。サンドロさん、ボンジョルノ、こんにちは。どうもどうもこんにちは。とでありまして、このようにですね、彼が手彫りなんですよ。大理石の板にですね、彫ってくれて、だから例えばドルチェビータ、甘い生活なんていう文字がありますね。自分の名前も彫ってもらうんですけども、はい。Quanto bene questo è uno? ちなみにですね、これですね、この大きさだとこれ15ユーロで買うことができるんです。ということでありますから、皆さんいろんな好きなものが言葉があるので、ここから選ぶもいいし、自分で言葉を書いて頼んで彫ってもらうこともできます。ここね、お土産として私のおすすめの場所であります。グラッツェサンドロさん、チベディアもありがとう。チャオチャオ。ということで、彼と彼のお父さんが作ったこういうものがね、この通り至るところに貼ってあるんですね。さて、このサンドロさんの小さなアトリエの後ろ側に大きな建物が見えてきました。これも実はアトリエなんですよ。これは1858年にフランチェスコ・パトリッツィ公爵が建てた芸術家たちのための大きなアトリエになりまして、ここにある碑文をちょっと見てみましょう。1917年にここになんとかの有名なピカソのアトリエがあったんです。多くの時間を彼はここで費やしたということが彫られております。当時近代文化の中心とされていた都パリで活動していたピカソがなぜローマにアトリエを持っていたのでしょうか。実は当時非常に多彩な脚本家で知られておりましたジャン・コクトがパリでパラードというバレエの公演を企画していたんです。はい、そうなんですよね。ジャン・コクトーが企画したバレエなんですが、バレエって言ったら、総合芸術ですよね。
でそのプロジェクトの中にピカソも入ってたんですよ。音楽はちょっと変わった曲を書くエリック・サティに頼んでおりまして、バレエ団の方はというと当時モダンバレエの先端を行っておりましたロシアバレエ団に依頼しておりました。そこで、ピカソは何をやったのかと言いますと、ステージのデザインと衣装のデザインを担当したんです。1917年の5月にパリで公演が予定されていたわけなんですが、このプロジェクトのメンバーたちはみんなまず、ここローマで落ち合いまして、その公演の準備だとかリハーサルをしたわけなんですが、その時ピカソはこのアトリエで制作活動をしていたわけなんですね。その時に描かれましたステージの幕、どんちょうの絵を見てみますと、ピエロたちの姿ですとか、動物や羽を生やしたペガサスですとか、それから古代石なんかもちょっと描かれておりますでしょ。当時ピカソはストラビンスキーやジャン・コクトーらと一緒にローマからナポリやポンペイなんかを旅しておりまして、この作品というのはそこで見た古代遺跡やナポリの街の庶民的な雰囲気にインスピレーションを受けてデザインされたものなんだそうです。それから上の方に踊るバレリーナの姿が描かれておりますが、実はピカソはロシアバレエ団のバレリーナだったオルガという名前の女性とローマで恋に落ちておりまして、後に彼女とパリで結婚しております。いよいよ5月にパリの劇場でこのバレエの初演がされたわけなのですが、この非常に革新的な公演は多くの民衆には理解できなかったようでして大不評だったんだそうですよ。この批判は特にピカソのステージセットと衣装のデザインに向けられていたんだそうですが、最後には裁判沙汰にもなってしまいまして、ジャン・コクトーとこれを作曲しましたエリック・サティは警察に逮捕されるというスキャンダルにまで発展していったんだそうですよ。ですからこの辺りはそういうストーリーの一つの舞台でもありましたし、そういう近代の芸術家たちが意見を交わし合ったりした場所でもあったわけです。だからこんな古い額縁屋さんなんかがこの辺りにぴったりですよね。さて皆さん、先ほどちょっとお話ししましたけど、映画「ローマの休日」新聞記者ジョー、すなわちグレゴリオ・ペックなんですが、彼が住んでいたアパートの入り口が見えてきております。実はこのところです。ここが入り口で、ここに51番ってあるんですが、ここですね。ちょっと入っていける？Buongiorno. No, io sono guida turistica giapponese. Vorrei sapere, qui vengono qui a vedere sempre l'appartamento scena della vacanza romana, sì. No? E adesso non si può entrare sicuramente qui a casa privata. No, sopra no. Ah, no. Potete Qui... solamente al cortile potete stare. Più di là non vanno. Oh, sì, ok, va bene. Perché la scalinata, capito? Sì, 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 lo so, la gente. Appartamenti privati. Va bene. Oh. Capito? No, no, io ho pensato che non si può entrare da qui. No, 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 qui potete entrare Il giardino. qui, tranquillamente. Ok, grazie mille. L'unico è... Sì, sì, beh, già, e poi c'è il cancello adesso, avete messo cancello qui, no? Adesso sì, Sì. abbiamo messo il cancello perché Prima non c'era. sono tutte private. Sì, sì, bene, bene, grazie. Prego. しゅうちゃん、このところ、ここのところのちょっと関係のところまで見に行って、そこから向こうに階段があって登っていったら降りてくるんです。Grazie a voi. はい、ということで今ここ階段があってですね、登っていったらその奥にですね、彼のアパートがあったということです。はい、映画だと逆に降りてくるシーンがあるんですよ。で、覚えてる？一泊して翌日彼女起きて、で外に出てくるときにお金持ってないからお金貸してくれと頼むんですよね。はい。で彼女じゃあで
彼がグレゴ・ペックがお金を彼女にあげるんですよ、家の外で。それを今の階段の上のところに建物ありますね、あそこを守衛がいたんです。で守衛が彼がお金を渡してるのを見てるんですよ、アン王女に。だからてっきりそういう女性だを昨日連れてきたんだと思ってしまったんですね。そういうシーンがありました。はい、彼のアパートがあったということです。はい、すごい。そういうことなんですよね。貴重なところへ入れてよかったです。はい、前ここ閉まってましたよね。閉まってましたね。ずっと閉まってましたよね。はい、今日は特別に開けてもらいました。今入れるって言ったじゃないですか、最近は。聞こえてました。でも空いてる時と空いてない時は、もちろんもちろん、はい、プライベートのところです。これ今オフィまではしスなんで、ばらくこう土曜日日曜日は閉まってるんですよ。なぜかというとオフィスが閉まってるので。レジデンシャルここ個人のアパートですもんね。そうですね。グラッツェ、それではもう。ここにもアルベデッチ。ここにも方のだ。グラッツェアルベデッチ。あのアパート誰か住んでるのかな今。いや、そのアパートのロケの場所は違うんですよ。33番です。そうなんですか。じゃあ違う場所だ。実はあの映画は一つの家のために複数のロケ地で撮影されていたんです。もう一箇所は33番地なんですが、その場所もこの後通りますから、もし空いていたら入ってみたいと思います。はい、それからここはですね、古代彫刻みたいなものが置いてありますよね。ちょっと欠けちゃってますけれども、これ実は本物なんですね。こういう古代の、彫刻をここは展示してるだけじゃなくて、イタリアでも数少ないこういう古代のものを実際に売っているお店ともなっているんだそうですね。バレリオ・トゥルキさんのギャラリーとなっております。これはブーゲンビリアかな。赤いブーゲンビリア。それでですね、ここ33番。はい、この33番も映画「ローマの休日」に出てくるんですが、実はこの門構えではなくて、この中庭なんですよ。このところ行くと潜っていくと家がグレゴ・ペックがいた家、ここで撮影しました。本当だ、そんな感じのなんか庭がある。ちょっとしょっちゃんそこまで行けそう？こんなところ行ったら怒られるかも。でもわかる。ちょっと登ってきてみてください、これで。ちょっと行ってみましょうかね。はい、ここで待ってますね。ちょっとマスクつけて、はい、ちょっとお待ちください。ちょっとこれからですね、これ家なので捕まるところまで行ってみましょうか。ボンジョルノ。はい、ということでありまして、この場所です。こんな感じのところなんですけどね。はい、ボンジョルノ。ボンジョルノ。ボンジョルノ。Senta scusi, posso finire qui? Qui c'è un albergo? No, tutto privato. Ok, perché Appunto, io... le riprese se vuole qui le può fare, ma dentro no. Sì. Perché non Va bene, è no. privato. Grazie, sì, ho visto però anche. Solo qui faccio così. Da qua sì. Grazie mille. はい、ということでありまして。というわけで、ここから中には入れませんので、Google の衛星写真でアパートは今どうなっているのか突き止めてみたいと思います。はいね、ここの位置に今いるということで、ちょっと拡大してみますと、今坂井田さんはブーゲンビリアがあって、その隣のこの門から入っていったんですね。ちょうどこの建物の真ん中の門から入っていったんですね。で、入っていってこの中庭にこう行ったわけなんですが、
ほらちゃんとこの通路がこうあって、この通路の中をこう通って右を見たんですね。そしたらこの階段がこれだけ見えますよね。この辺は影になっちゃって見えなくなっちゃってますけど、だから見てるのはここのところを見せたわけですけども、実際は撮影はもっと奥の方、こっちの方にまだ階段がこうあって、でこちらの方の建物の中にどこかにあったはずなんですけども、テラスがありましたでしょ。テラスから見た景色から、ちょっとそれを見てみたいと思いますが、ちょうど見えた景色がこんな感じでしたでしょ。はい、ここにオールセイント教会という教会の、とんがり屋根がこうありまして、でこの屋根とこの屋根がちょうど見えてますでしょ。この辺も見えてるかな。はい、そしてその手前のところを見てみますとね、だからこの辺のこっちの方角なんですね、家があったのは。はい、でこちらの、方を見てみますとね、ほらこの部分が、ね、はっきりと見えますでしょ、ね、今と同じですよね。でその隣にこういう扉があって、でこういう屋根のある突き出たのがあって、奥にこの扉も見えるし、そしてこの突き出た建物なんですが、もっと低い位置から撮影してますから、こんなに突き出ては見えておりませんが、ちょっとだけこちらの側面が見えてるぐらいですから、まあちょっとこれ回したとしてこのくらいの角度かな。でこの辺から撮影をしてるっていうのが分かりますね。この辺からで、そこの、ちょっともっと右の方を見ると、この建物がちょっと見えてるわけですね。でこの辺をちょっとよく見てみますと、この辺の建物のひさしがちょっと見えていて、それで、はい、もうちょっと動かしてみてみますと、ほらこの形の壁、これがちょうど、このテラスの奥にありますでしょ。だから実はこの隣のこの建物が、テラスがあったアパートなわけですよ。ほら2つ扉があるんですけれども、この扉も映画の中に、出てきておりますね。これがだからテラスだったんですね。というふうに、新聞記者ジョーが住んでいたプライベートなアパートを、このように、特定することができました。で今は、周りにだいぶ草木がこう茂ってる感じがしますけれども、もともとこの辺りっていうのはピンチョの丘のふもとでしたので、緑が、多かったわけなんですが、映画が1953年でしたのでね、周りの木とかがだいぶ育ってきてるっていうことなんじゃないかと思いますね。今も、プライベートなアパートだそうですから、今どんな人が住んでるんでしょうね。でここは何だろう。ここはバーボンとかウイスキー売ってるとこだ。そう。ここはウイスキー屋さんあるんだ。そう、これ新しくできたんだと思いますよ。これなんか素敵な、このデザイン、これ見てください。これトレビの泉とかスペインロマのデザインだったら、これいいんじゃないですか。なんか良さげなシーンもできそうな感じですよ。これ向こうにコップも置いてあるし。ソロウイスキー？Solo whisky? Sì, no, devo solamente whisky. Cioè, per la maggior parte whisky, poi abbiamo anche un po' di poco rum e qualcos'altro. Quindi diciamo la distilleria, vedi, quella è un Arran, questo è un Armor, quello è un Cahuila, però poi le etichette sono delle label nostre perché le abbiamo imbottigliate noi. Vengono tanta gente che compra whisky? Sì. Abbastanza per restare aperti. Abbastanza per restare aperti. Scusate, questa è Trinità dei Monti. Sta Prezzo sopra. uguale? Questo qui viene 110. 110. E questo viene 200, questo invece è Fontana di Trevi. 200. Sì, perché è un 23 anni ed è il whisky, cioè è un Arran. Ed è l'Arran di un imbottigliatore indipendente più longevo che esista sul mercato.
Quindi Ah, il più vecchio, 23 年。il più vecchio ha 24 anni, invece questo è un 23, quindi uno dei più anziani, diciamo, che ci でもなん sono. かすごいコレクションものですよね。だってこんなトレビネズミのステッカー avete fatto voi questa? Quella abbiamo margherita. Esatto, che è la Con la via che trovo misura. qui fuori. これも丸グッタ通りの丸グッタ通りのこれはティックのエチケットがをエチケットが貼ってある。貼ってあるんだ。これもなんかいいですね。はい。 Sono vintage whisky con bottiglie molto rare come questa. Viene 800 euro. ね、これはね、800ユーロのね。 Anche questa è una bellissima bottiglia che non riesco ad arrivare. Questa è una bellissima bottiglia antica. Molto bello, molto buono perché è molto bello, per esempio. 山形の方、おめでとうございます。沖縄の方も頑張る県。熊本か。なるほど。皆さんの町にあるかな。逆になんか珍しいよね。熊本ね。いや、これだけで結構揃ってますよ。焼酎も。Grazie Grazie a voi, è stato un piacere, buona giornata. Grazie. Whisky and Co. それからまたここはギャラリーですね。あ、ギャラリーって言えば有名なのはここ。これガレリア・ビットリア。このガレリア・ビットリアっていうところは1906年から営業してるわけでもう100年以上のちょっとだけ見せてもらいましょうか。あれ有名な方なんですよ。Buongiorno. Posso entrare? Sì, grazie. これですか？はい、この人なんですよ。はい、この顔どこかで見たことがありますか？ないですね。Questa storia sarebbe di vostro nonno? Federico Fellini. わかった。映画監督のフェデリコ・フェリーニ。フェデリコ・フェリリンさんの顔なんですよね。フェデリコ・フェリニというとイタリア映画界で最も重要な映画監督であり、フェリーニの映画っていうと、なんで今言いましたっけ？甘い生活。これがもうですね、ドルチェビータ。ドルチェビータ一番有名ですよ。そうですね、ちょうどイタリアがバブルの頃でね、みんなこう甘い生活した時代。その他にも多くの作品を制作していまして、アカデミー賞ですとかカンヌ国際映画祭、ベネチア国際映画祭などの数多くの国際的な映画祭で多くの受賞歴があり、映像の魔術師と呼ばれている方なんですが、この近くに住んでいらっしゃったんですね。フェデリコ・フェリーニ、本物、 Con 作ったもの。 Enrico Todi, che era mio nonno, 彼の è mio おじいち nonno, ゃ è ん。 ancora vivo, e l'artista che è Chakhanov. この人が作ったんですね。でこれがここのギャレーの経営者。このお兄ちゃんの彼がフェデリコ・フェリーニと同じ顔してる。これは本物よ。ね実際の。だってまだ何年か前ですよね。そうね、1993年亡くなりました。 Federico Fellini con Nino Zà, che era un caricaturista che appunto fece. この顔を描いた人。 Ed è quello che ha disegnato Federico Fellini sulla targa. あ、 Mia madre e mio nonno お母さん。 che mettono la targa. Sono stati loro a mettere le due targhe. Questa è targa che ha fatto lì, sempre lì a Marmora. Sì. Quindi questa galleria è fatto dalla sua nonna? Sì, sì. Quindi tanto tempo fa. Tanto tempo fa. E mio nonno andò per 8 anni in Giappone, una volta l'anno per 8 anni consecutivamente, 8ボルテ。 8 volte. E accompagnò, andò con Umberto Mastroianni, che è questo Umberto scultore, Mastroianni という zio diマルチェンノ・マストラニの che prese il おじいちゃん premio imperiale. でこの人の作品が高松宮殿下の賞をもらったんですよ。 Sì, sì, abbiamo Umberto sentito. Mastroianni, こ la れが moglie そ di の Reagan. レーガンさんともレーガン Ah, 本当だ。でこの人がですね、このマストラニこの頃を作った人ですね。 Sì. でこれ日本に行って Che prese la prima edizione della scultura del premio imperiale.
l'Oscar del sollevante. Sì, lui ha detto questo. Eccolo, mio nonno con internet. Marcello L'invito, credo fosse. Umberto Mastroianni, mio nonno Enrico Todi. Quindi ero... La galleria è storica. Non so, questa è sempre di mio nonno, non so se questa è giapponese Ah, fammi vedere. o è cinese o... No, questo no. no, cinese forse. Zen I. No, in giapponese no. Questo è sempre mio nonno con Scalfaro, che era il Ah, presidente Scalfaro. della Repubblica, nello studio di Umberto Mastroianni. E Ah, qua ok, Sofia Loren. Sofia Loren. Sofia Loren, Marcello Mastroianni e mio nonno Enrico Todi. Oji-chan. Non è allora grande. Sì, adesso c'ha 91 anni. 90 anni. Auguri. Grazie. Quindi voi, scusa, non soltanto voi, ma anche tante gallerie, che come vende arte e poi dopo guadagna. Noi come galleria siamo un po' anomala. Durante il periodo del lockdown abbiamo fatto un progetto con 50 artisti che hanno realizzato, ognuno di loro hanno dipinto sulle mascherine, proprio nel 1 marzo 2020. Questo perché volevamo mandare un messaggio di speranza, di utilizzare la mascherina, insomma. E poi queste opere per vendere oppure solo vedere? Queste le abbiamo regalate allo Spallanzani. Ah, ok, ok. Abbiamo fatto una grande mostra, vi Quindi prendo, queste 50 maschere. dato che noi ci chiamiamo Galleria Vittoria, abbiamo fatto mascherine della Vittoria. Prego, questo se volete ve lo lascio. Questo è proprio il catalogo 50. delle Carino questo. tutti, ognuno poi ha spiegato sotto il messaggio, no? Sì, grazie. Se volete prendere così leggete pure il progetto. Grazie mille. Prego. Grazie. Grazie. Arrivederci. Grazie mille, Grazie. arrivederci. Ciao, grazie. Grazie mille. というわけで、ティツィアーノ君も快く撮影に応じてくれたんですが、彼のおじいちゃんがフェリーニと親しいという方で、そのフェリーニさんが住んでいた家もこの通りにあったんです。はい、ここです。奥様、女優の奥様と一緒に住んでいました。ジュリエッタ・マッシーナという有名な方でした。なんか最近まで生きておられた感じがするんですけどね。フェリーニさんが亡くなったのは1993年のことで、彼の葬儀は共和国広場の教会で国葬として行われました。そして奥さんのジュリエッタさんもフェリーニの埋葬を見届けた後、わずか5ヶ月後にお亡くなりになりました。奥さんがもう73歳で亡くなったということでありますよね。でちょっとここをご覧になってください。はい、ここに名前とジュリエッタさん、奥様、それからフェデリコ・フェリー名前、そしてその下のところに2人の姿が彫られておりますよね。 Sì, è una storia molto bella, la quale ancora oggi non dico che non riesco a crederci, ma vorrei che non finisse mai. Ma da チャンネル登録されてない方、またはお友達に紹介されてない方、よろしくお願いいたします。では今日はここで失礼します。アリベデルチー。また会いましょう。ありがとうございました、坂井田さん。はい、ぐったり。